こんにちは、ミッキーです。今回は著名建築を厳選、東京カフェ13選としてご紹介します。気づけば今年も秋が訪れ、過ごしやすい季節に、カフェやグルメを中心に東京都内の魅力をお伝えしている当チャンネルですが、芸術の秋こそお伝えしたいのが設計にこだわった数々の空間。なんとなくおしゃれだなぁと感じるカフェにはもちろん理由があって、著名設計事務所が手掛けていることもしばしば。当チャンネルでも過去に数回建築に焦点を当てたカフェ特集をしていますが、今回も注目のスポットが目白押し。ガイドブックだけでは発見できない東京の隠れた名所を巡る感覚でぜひ楽しんでください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはじめにご紹介します設計事務所は隈研吾建築都市設計事務所さんです。隈研吾さんの設計は過去にも複数ご紹介していまして、ご覧のような国立競技場や角川武蔵野ミュージアム、そしてスターバックスコーヒーの太宰府天満宮表参道店など様々な建築をご紹介しています。さらに隈研吾さんに焦点を絞った建築物もご紹介している特集がありますので、そちらもぜひ確認していただければと思います。そんな中から新たに今回ご紹介したいと思いますのがこちら、代官山に誕生しましたフォレストゲート代官山。フォレストゲート代官山は商業施設やシェアオフィス、住宅で構成されまして、食、住、遊び、近接の新しいライフスタイルの提案を目指したメイン島と、地域創生やサステナブルな実体験を広げていくような場、手の葉島に分かれています。今通過している通路のあたりが手の葉島になっていまして、今正面に見えていますのがメイン島です。木箱を積み上げたような外観、垂直方向に広がる森のようなデザインを手掛けたのは、先ほどご紹介しました世界的建築家の隈研吾さん。まさに木のぬくもりを感じることができるような設計こそが隈研吾さんらしさかなと感じているんですけども、ここでもそんな隈研吾さんが手掛ける世界観を感じることができます。隈研吾さん自身が学生時代から遊び場として代官山に親しんでいたようで、当時の静けさや緑のあり方を再現する思いで設計に取り組んでいたとのことです。そんなメイン島にあります地下1階から2階の商業施設には、この後ご紹介しますブルーボトルコーヒーさんをはじめ、緑、環境サステナブルと食を軸にした店舗が軒を連ねています。このメイン棟の4階から10階は賃貸住宅になっていまして、全57戸とのこと。そんな住宅に関しまして見ることはできないんですけれども、間取りや設備は高機能さだけではなくて、住人のこだわりや価値観を支え広げるものに実験的な思考も凝らしながら新しい暮らし方全体を提案してくれているようです。そんなフォレストゲート代官山は東急不動産が手掛けるプロジェクト。こちらのフォレストゲート代官山が立つ敷地も1955年に開業した日本初の外国人向け高級賃貸アパート代官山東急アパートの跡地とのこと。そんな歴史がある空間に新しい施設が誕生し、60年が経った今でもたくさんの人を引きつける、そんな空間を提供してくれています。続いてご紹介しますのはサポーズデザインオフィスさん。こちらは谷尻誠さんという方と吉田愛さんという方が率いる建築設計事務所。ご覧のようにモルテン、ザ・ボックスという施設やビジネスチャットツールで有名なスラックさんの東京オフィスの設計を手掛けています。加えて過去に長野編でご紹介しました松本十条も手掛けておりまして、その個性的かつおしゃれな空間を展開しています。そんなサポーズデザインオフィスさんが手掛けているのが、先ほどご紹介した代官山フォレストゲートの中にありますブルーボトルコーヒーさん。フォレストゲート代官山のオープンから2ヶ月後にオープンしましたブルーボトルコーヒー代官山カフェ。入り口がちょうど通りに面しておりまして、フォレストゲート代官山の玄関口としての機能もありそうです。ガラス張りの外観と植物の中に溶け込みますブルーボトルコーヒーのロゴがすでに味を放っています。そんなブルーボトルコーヒー代官山カフェの内装を手掛けましたのが、今回ご紹介しますサポーズデザインオフィスさんでございます。最大の特徴はカウンターゾーンが座席よりも一段高い場所に位置している点。起伏の多い代官山のコンテクストを意識して
他のイメージで設計したとのことで、とても印象的なデザインです。左官仕上げで温かみのあるデザインのカウンターをよく見てみますと、茶色のつぶつぶとした素材が練り込まれています。実はこちらはブルーボトルコーヒーで排出されましたコーヒーの抽出柄だとのこと。代官山のテーマの一つは循環するカフェとのことで、本来廃棄されてしまうものをうまく生かす姿勢から循環へのこだわりをそういった随所に見ることができます。そしてサステナビリティへの取り組みはフードにも。社会課題解決型農業を実践しますリーフファクトリー東京が手掛けます外側の葉っぱまで食べられますレタスを使ったサラダなどフードロスに配慮した素材も使用しています。また店舗で使用されていますコーヒー豆は環境に配慮した形で栽培、調達し適正な賃金を支払うフェアトレードによって持続可能な関係性を築いているとのこと。お客様がブルーボトルコーヒーでこの空間心地いいなと思ったり、飲んだコーヒーを美味しいなと思ったりする体験が自然とサステナブルにつながっているという仕組みを考えていきたい。そんな思いを込めているブルーボトルコーヒーの経営が反映されています。もともとブルーボトルコーヒー自体が日本の喫茶店から大きく影響を受けているとのことでございまして、高品質のコーヒー豆とドリップの方法は日本においてストレートコーヒーやネルドリップを主流としていた喫茶店の提供スタイルを彷彿させる点からも納得です。そんな背景から日本を愛していた創業者のジェームス・フリーマンさんの魂がフォレストゲート代官山の思想と相まってさらに素敵な空間を作り上げているように感じられます。コーヒーは有機栽培の約10種類のコーヒー豆を世界中から輸入しまして焙煎後48時間以内の豆のみを使用。そして注文を受けてからバリスタさんが豆をひいて一杯ずつ丁寧にハンドドリップで入れてくれますので、ぜひそのコーヒーの深い味わいを感じてほしいです。さて、こちらがこの日にいただきましたブランチプレートのサーモンとアイスノラ。まずアイスノラについてなんですけれども、ノラと言いますのはニューオーリンズ・ルイジアナの略のノラ。創業者がミルクドリンクの人気商品の一つでありますアイスラテに代わります美味しいミルクコーヒーを作りたいという思いから生まれたブルーボトルコーヒーのオリジナルドリンクです。そしてもう一つはこちらのブランチプレートサーモン代官山カフェ限定のメニューです。宮城県産の銀鮭を低温調理で半生の状態に仕上げまして、しっとりと柔らかい食感を楽しむことができます。同じくフォレストゲート代官山にありますベトヌンクのパンに添えながら味わっていただければと思います。続いてご紹介しますのはアルコデザインスタジオさんの設計。アルコデザインスタジオさんは心地よい環境を実現したい、信頼されるパートナーでありたい、地域や社会に貢献したいという思いを込めながら人々に寄り添った建築物を設計されているデザインスタジオさんです。今映していますのは町の森本町田という共同住宅の様子。続いては松山大宮保育園という保育園です。おしゃれさの中にも居心地の良さを追求して設計されている様子がとても特徴的です。そんなアルコデザインスタジオさんでも特徴的な建築物がこちらサフンの入っています開花東京バイザシェアホテル。アルコデザインスタジオさんはこちらをリノベーションする形で携わっています。2022年6月にオープンしましたサフン。美術倉庫の中のカフェと思わず感じてしまうような空間が浅草エリアに誕生。本物のアートに触れながらゆったりとカフェ時間を過ごすことができるおしゃれな空間です。美術倉庫の中に現れたカフェレストランがコンセプトで2022年6月にオープンしています。アートを公開・保管するアートストレージをはじめ、ホテル開花東京 by シェアホテルズの1階部分にこちらのカフェがあります。地域の方々も集える開かれた空間づくりをされているとのことで、店名のサフンはアイスランド語の美術館や博物館から名付けられています。外観も内装もシンプルかつスタイリッシュな空間。店内はもちろん、開花東京のどこを切り取ってもアートだらけになっています。ユニークかつバラエティ豊かなアーティストの作品を鑑賞することができるので、芸術好きには必見ですし、まさに芸術の秋こそ訪れてほしいようなお店です。一方で席はゆったりかつ広々としていまして、PC を広げつつ作業ができる十分なスペースもありますので、作業カフェとしてもおすすめです。またご覧のように半個室に窓をつけたユニークな席もありまして、一人でゆっくりと読書をするのもおすすめですし、インスタ映えな席になっていますので、争奪戦間違いなしな席です。メニューは朝も夜もその時間帯に合わせた様々なチョイスを提案。
朝の時間帯はブレックファストメニューとしまして、オリジナルのブロッコリーや人参のラペやアボカド、キヌアや玄米などの穀物に白味噌と生姜のソースなど2種類から選べるボリュームたっぷりのビーガンブッダボールなどもあるとのことです。他にも全粒穀物のベーグルにオリジナルブレンドのスパイスをトマトソースと混ぜ合わせて濃厚かつピリ辛に仕上げましたスパイシービーガンベーグルセットなどもございます。またセットにしますとドリンクと温かいミネストローネがついてくるのも嬉しい点です。そしてカフェタイムに人気なのはこだわりのコーヒーと相性ぴったりのスイーツたち。訪れる季節によりましてプリン、そしてレジ横に並びますマフィン、ドリンクとオリジナルメニューを提供してくれまして、四季折々の魅力をメニューからも感じることができます。そんな数々のメニューからこの日いただきましたのは特濃抹茶プリンアフォガード、そして抹茶ラテです。特濃抹茶プリンアフォガードは抹茶のプリンにまん丸なバニラアイスをトッピング、濃厚な抹茶ソースをかけていただくことができます。抹茶は京都宇治の丸久小山園のものを使用していまして、視覚的にも味覚的にも嬉しいような一品になっていました。加えていただきました抹茶ラテに関しましても、丸久小山園さんの抹茶を使用していまして、抹茶本来の濃厚な香りと苦味を残したまま、ミルクの甘さもしっかりと感じられるような和と洋の融合した絶品ドリンクになっていました。こちらの抹茶プリンに限らず魅力的なのはクラシックプリン。プリンに関しましては、一流料理人も愛しますブランド卵、奥久慈卵の赤玉を贅沢に使用。濃厚さ、コク、旨味を最大限引き出してくれています。続いては UDS 株式会社さんの設計。UDS さんは2024年の4月に小田急電鉄から野村不動産ホールディングスに株式上場したことでも知っている方がいるかもしれません。そんな UDS さんはキッザニア東京という施設ですとか、原宿にありますカスケード原宿、韓国にありますちょっと読み方が正しいか自信がないんですけども HDC アイパークモールというところも手掛けています。グローバルに活躍します UDS さんですけれども、まずは自由が丘からトレインテ自由が丘というところをご紹介していきます。2022年11月にリニューアルオープンしましたこちらトレインテ自由が丘。こちらの施設はコンセプトを自然と過ごす街の合間でとした上で、個性豊かな店舗が立ち並ぶ賑やかな自由が丘駅の周辺において、緑豊かな屋外空間と居心地のいいラウンジで過ごせる、そんな空間だと言えます。こちらはもともと2006年に大井町線の自由が丘駅付近の大井町線車庫跡地に開業した商業施設なんですけども、今回2022年の11月にリニューアルオープンしております。今回はそんなトレインテ自由が丘から1店舗ご紹介するんですけども、とてもロケーションが良くて、駅から少しだけ離れているということもありまして、まさに閑静な住宅街の中に佇むおしゃれスポットといったイメージでございました。入居している店舗はテイクアウトが可能な店舗も多いので、例えばテイクアウトしていただいてお散歩をしながらいただくというのも個人的にはおすすめかもしれません。ちなみに冒頭で見せていました遊歩道のランドスケープデザイン及び環境演出はプラントハンターの西畑さんが率いる空植物園株式会社が手掛けていますので、そのこだわりな空間も体験してみてほしいです。さて、そんなトレインチ自由が丘さんからご紹介しますのは、施設の2階にオープンしていますカフェアンバー。過去に私の有名建築家特集でご紹介しましたローシュガーローストが手掛けた新店舗です。まさにローシュガーローストのこだわりの豆いただくことができますので、ぜひとも訪れてみてほしいですし、自然光が差し込むとても広々とした空間のカフェになっていますので、その空間の心地よさも体験してみてほしいです。ちなみにこちらはテフ自由が丘といいますレンタルオフィスやレンタルスタジオを併設する施設の一角として構えていますので、もし自由が丘周辺で作業をしたいという方はそちらのレンタルオフィスも活用していただくと良さそうです。さて、こちらの空間、とにかくクールでスタイリッシュ。直線的でコンクリートなどの素材が多いんですけれども、電車のボックス席みたいなイメージの椅子のグリーンや差し込む光とその影の暖かさで美しい空気感があります。なので光の差し込み具合をご自身で確認していただいて、気になる席に着席、その上でおしゃれな写真等も撮ってみてほしいです。もちろんシェアオフィスのラウンジとして利用できるようなカフェなので電源席もあります。なので作業向けにも抜群です。あとはローシュガーローストさんのこだわりのハンドドリップコーヒーの他にはクラフトビールや自然派ワインの提供もあります。営業時間としましても朝9時から夜9時までやっていますので、朝活の場所としても最適ですし、午後に作業をした後に夜はちょっとバースタイルでいただくというのもおすすめかもしれません。さて、こちらこの日に注文しましたアボカドトーストとアイスラテです。
アボカドトーストは全粒粉のトーストが使われていて、たっぷりのアボカドペーストにトロトロの半熟卵が魅力的な一品になっていました。合わせていただきましたカフェラテに関しましては、先ほどご紹介したローシュガーローストさんのコーヒー豆を贅沢にエスプレッソで抽出しつつ、スッキリとした味わいのミルクと組み合わせた一品。今回はアイスでいただきましたけれども、アンバーさんはラテアートもとても素敵なお店でございますので、これからの季節はホットでいただいて、そのラテアートを楽しむのもいいかもしれません。一点だけ、こちらのお店は現金が使えないお店でございますので、その点はご注意ください。続いてご紹介します UDS さんによります建築は、2022年4月にオールデイプレイス渋谷という都市型コミュニティホテルの開業に合わせて誕生した注目カフェでございます。緑色のタイルを基調とした店構えでございまして、ところどころに使われている木材も店内を彩っています。こんな海外風の雰囲気がとても特徴的でございまして、実際に外国人観光客の方々が訪れている様子もとても印象的でございました。店内には現代的なアートや花も飾られていたり、テーブルや椅子にもこだわりが詰まっていますので、お好みの場所を探しつつ、映える空間での一枚も収めてみてほしいです。まさに緑色のタイルと木材のコントラストが自然の中にいるかのように感じられる色合いでございますので、開放的な時間を過ごすことができるのも特徴的でございます。コーヒー好きの間でも熱狂的なファンが多いオニバスコーヒーの系列店でございまして、店名でありますアバウトライフコーヒーブリュワーズとしましては、スタンド形式で運営されています道玄坂の店舗に続く2店舗目のお店になっています。そちらのスタンドの店は以前に渋谷編の第1弾でご紹介していますので、気になる方はそちらもチェックしてほしいです。そしてオニバスコーヒー自体、2022年に10周年を迎えまして、その記念すべき年を彩るべく誕生したとも言えそうです。オニバスコーヒーさんに関しましても、過去に中目黒の動画とか奥さんの動画でご紹介してますので、そちらも確認してほしいなと思います。また、オールデイプレイス渋谷というホテルに併設する形でオープンしたこちらの店舗には、デンマークのクラフトビールブルワリーでありますミッケラー東京さんも同居していますので、コーヒーはもちろんのこと、クラフトビールを楽しむのにもとてもお勧めできる店舗になっています。さて、こちら、アバウトライフコーヒーブリュワーズさんの特徴とも言えますのは、オニバスコーヒー以外のマイクロロースターから仕入れた豆も取り扱っているということでございまして、この日は滋賀の松原コーヒーさんと大阪の青間コーヒーさんの豆が提供されていました。また、コーヒー以外にもこういった焼き菓子もとてもおすすめでございますし、コーヒーのパッケージもとてもおしゃれになっていますので、焼き菓子とコーヒーと気に入った場合にはお土産用にテイクアウトしていただくというのもおすすめかもしれません。コーヒー豆としましては、いわゆるシングルオリジンと言われます各国の単一の農園から仕入れたとてもクリアな豆を楽しむことができますので、コーヒー好きな方はとても必見かなと思ってます。そしてこの日いただきましたのはホットサンドイッチのハム&チーズというものと、あとはアイスラテでございます。ラテに関しましてはシングルエスプレッソでいただくこともできるんですけども、ダブルにして濃いめでいただくこともできますので、コーヒー好きな方はそちらも調整していただいて、お好みの濃さでラテも楽しんでほしいです。続いて3つ目の UDS さんによります建築として、神保町ブックセンターのご紹介です。未来の自分に種をまくをコンセプトに、神保町の街に根付く複合施設神保町ブックセンター、岩波書店の本が揃う書店、本を読みながらくつろげる喫茶店、様々なイベントをきっかけに新しい知識や仲間に出会えるコワーキングスペース、それぞれが合わさる中で新しい知識との出会い、新しい仲間との出会いを促し、これからの時代を生き抜くための気づき、個人の成長のきっかけを提供することを目指す素敵な空間でございます。こんな形でまさに本に囲まれた空間の中で喫茶メニューを楽しめるところがとても注目になっていますし、岩波書店のたくさんの本から選ぶことができますので、ぜひともお手に取っていただいて、気に入った場合にはご購入されるというのもおすすめかなと思っています。
喫茶メニューを頼むことで、その飲み終わるまで、食べ終わるまでは、多分このお店を出ないと思うんですよね。そういった中で、せっかくだから本を楽しもうということで、普段なかなか見ないような本を探すこともできるというところもおすすめかなと思ってますので、まさに本の街、神保町だからこその楽しみ方かなと思っています。もちろんスマホをいじったりとかする方もいるかと思うんですけど、せっかくなんで個人的には本を読まれるのがとてもおすすめかなと思っています。このメニュー表もまさに文庫本チックに書いていただいていまして、縦書きなメニューもとても素敵でしたね。そしてなんといってもこの神保町ブックセンターなんですけども、結構喫茶メニューにその一つ一つがこだわりのあるようなメニューになってますので、ぜひとも注文していただいて、その料理自体、ドリンク自体も楽しんでいただくのがとてもおすすめかなと思っています。喫茶店スペースの利用時に関しましては、店内の本すべてを読むことが可能でございますし、さらに持ち込みの本でも読めるということでございますので、気になる本がありましたら持ってきていただいて読むというのもとてもおすすめかなと思っています。さて、この日いただきましたのは、こちらのハンバーグプレート月替わりソースのものでございますけれども、1000円でいただくことができまして、スープがついてきたりとか、サラダがついてきたりということでございますし、ドリンクは飲み放題でございましたので、そういったところも比較的コスパがいいかなと思っています。パフェやプリンアラモードといったクラシカルなデザートも用意されていますので、そういった喫茶店らしさを感じるというところでもおすすめかなと思っています。夜になりますと、ビールやウイスキーなどもいただける、まさに大人の空間でございました。続いてご紹介しますのは、東京とミラノに拠点を持ちますデザインオフィスネンドさん。ネンドさんはアナザースカイのスタジオセットを手掛けていたりとか、タイ・バンコクの商業施設サイエムディスカバリーさんを手掛けたり、はたまた東京2020の聖火台を手掛けたりといった形で、建物はもちろんのこと、様々なグラフィックなどのデザインを手掛けていますデザインオフィスさんです。そんなネンドさんの建築で有名なのがこちら、コーネルコーヒーさん。こちらは青山一丁目駅が最寄りになるんですけども、もちろん赤坂の駅からも歩いて訪れることができますので、ぜひご都合のいい方から訪れてみてほしいです。こちらの店、ずーっと前から行きたかったお店になってるんですけども、実は土日祝日がお休みになっていまして、営業時間も10時から6時になっていますので、ちょっとタイミングを合わせるのが難しいお店かなとも思っています。とはいってもとてもおすすめな空間になってますので、ぜひ確認された方は平日の合間を縫って訪れていただくのもいいですし、カフェ巡りが好きな方は平日の有給休暇等を使っていただくのもいいかなと思います。ガラス窓の向こうからは公園の緑を全身で感じることができる空間。イタリアの本格的なカフェメニューを楽しみながら一息つけるような大人の空間にもなっています。カフェのあるこちらの建物は、生け花草月流の本拠地、草月会館にあります。建物自体が1977年に建築家でございます丹下健三さんによって手掛けられたものです。丹下健三さんの建築に関しましては、過去の建築家特集の方でも取り上げていますので、よかったらそちらも確認していただければと思います。エントランスには、イサム・野口の石庭を眺めながら2階に上がりますと、ご覧のように美しい緑が広がる空間に足を運ぶことができます。隣接します赤坂御所や高橋是清記念公園の緑が見えるといった形です。さらに空間とても配慮されていまして、ミラーガラスに反射してまるで全身が緑に包まれているような空間ですし、ミラーということもありまして、空間自体が実際はそれほど広いスペースではないんですけれども、とても広く感じられるような工夫がされています。そしてここはイタリアの老舗カフェボンドルフィボンカフェが運営に関わっておりまして、イタリア直輸入の豆を使ったエスプレッソやコーヒードリンク、ドルチェやパニーニの軽食なども楽しめるお店になっています。ご覧のようにたくさんの焼き菓子がございますので、お腹の空き具合と合わせつつ、そしてしょっぱいものが食べたかったらサンドイッチを、甘いものが食べたかったら焼き菓子をといった形で注文していただくと満足できる時間になるかなと思います。そんなコーネルコーヒーは今回ピックアップしましたネンドさんとボンドルフィボンカフェが共同で運営しているお店です。店名のコーネルというのには、様々な人たちとの有機的にコラボレーションしていきたいという思いから、コネルイコール CONLEL といったスペルで表現しているようです。今はスイーツメニュー主に移していますけれども、特に人気なのは平日限定のランチボックス。日替わりで登場します5種類のメニューから選ぶこともできまして、青山一丁目周辺にお勤めの方なんかはぜひとも活用いただきたいような空間です。ルッコラ、ドライトマト、モッツァレラ、生ハムをプレスして焼き上げたフォカッチャサンドもおすすめでございますので、ぜひとも注文してほしいです。メニューにつきましては定期的に更新されますコーネルコーヒーの公式インスタグラムから確認することもできますので、ぜひチェックしていただいて食べたいものをいただけるような工夫をしてほしいなと思います。そんなサンドイッチをこの日注文しつつ、カフェラテも合わせていただきました。アンチョビとパセリを発酵バターに混ぜ込みまして、スライスしたものとフレッシュトマトとチーズをパケットにサンド、温めて提供していただくことができますので、外はカリッと中はバターのじんわりと溶けたいい香りのパンを味わうことができます。
さらにティータイムにはパティシエさんが季節ごとに手作りするドルチェの提供もございます。秋にはブドウチーズタルト、夏にはバナナとココナッツのオペラなどが楽しむことができるようでした。ぜひ実際に訪れていただいて季節ごとに変わる外の景色等も楽しんでほしいです。続いてご紹介しますのは空間デザインブランドパーカーズさん。日常に公園の心地よさをというコンセプトのもと、空間デザイナーさんと植物の専門家がタッグを組みつつ、植物や水など自然の要素を用いて行う独自の空間デザインが特徴的です。そんなパーカーズさんが手掛けた施設としましては、読売ランドの中にあります花日和さんですとか、星野リゾートの奥伊勢渓流ホテル、さらには成田国際空港の第一サテライト3階出発ロビーラウンジなどを手掛けています。そんなパーカーズさんが手掛けるお店の中で、今回ご紹介しますのは、赤坂駅から青山フラワーマーケットティーハウス赤坂ビズタワーでございます。過去にご紹介したんですけれども、最近は赤坂で舞台ハリーポッターと呪いの子が上演されているということもありますので、赤坂周辺はハリーポッターの世界観が広がっていますけれども、その世界観に溶け込んだこの青山フラワーマーケットさんもとても素敵なので、ぜひとも訪れてみてほしいです。空間いっぱいに広がる緑と自然に咲く姿を再現した旬の花々に囲まれて、心も体も深呼吸できリフレッシュできるカフェです。温室がイメージされた店内には様々な花々や草木が広がっておりまして、とても素敵な空間です。外のテラス席にも季節ごとに移り変わる旬の花々や緑が溢れていますので、そういったところも注目のポイントです。今はまだ寒いですけれども、春先はとても心地よく過ごすことができると思いますので、春の予習としても活用いただきたいです。リビングウィズフラワーズエブリデイ、お花のある毎日を。この言葉はカフェを運営します青山フラワーマーケットさんが掲げるコンセプトになっています。季節を感じさせる旬の花々がいつも溢れんばかりに飾られ、思わず足を止めてしまうような花屋さんです。このメッセージをまずはお店で体感してほしいという願いから、こちらの青山フラワーマーケットティーハウスが生まれております。実は以前に吉祥寺編の動画の中でもご紹介していまして、そちらは後で吉祥寺の中にありますインドアな空間になっていますので、またちょっと違った景色を楽しむことができるような空間です。もちろんこちらの空間だけではなくて、新鮮な野菜、ハーブや食べられるお花を使ったカラフルな軽食やドリンクを楽しめるのも嬉しいポイントです。真っ赤なバナナゼリーにエディブルフラワーがあしらわれていますフラワーパフェ。青々としたハーブがグラスいっぱいに入ったフレッシュハーブティーなども人気のメニューになっていまして、その他にもたくさんの紅茶、たくさんのフードがございます。特に花冠のフレンチトーストは人気メニューでございまして、ぜひティータイムに試してほしいようなメニューです。フードメニューに関しましてもスイーツメニューに関しましてもティーハウスということもありますので、紅茶と一緒に楽しんでいただくのがおすすめの過ごし方です。さて、この日はフレンチトーストプレートとドリンクセットをいただきました。フレンチトーストはこの後ご紹介しますけども、まずはドリンクセットから。ドリンクセットは自家製のジンジャーエール、ユニークなものはローズソーダやフレッシュミントソーダ、他にも専門店のフランス紅茶などを選ぶことができます。また紅茶を入れる際の器具も特徴的でございまして、少し使い方は難しいんですけれども、ぜひともこういった体験も味わってみてほしいです。紅茶についてはノンカフェインを含む全6種類の中から選ぶことができまして、以前吉祥寺に訪れた際はバラの紅茶をいただきました。その際はたくさんのバラの花びらを加えたまさにフラワーマーケットらしい紅茶でございましたので、そういったお花ごとの特徴を感じていただくのもこちらのお店ならではの取り組みかもしれません。さて、こちらが先ほど申し上げましたフレンチトーストプレートになっています。もちろんフレンチトーストは人気のメニュー。宮城の契約農家から届く新鮮な卵を使い、注文が入ってからじっくりと焼いてくれます。フレンチトーストの上にはグリルしたベーコンとトマトをトッピング。ハーブのサラダに使われていますのは農場から届きます青々とした有機栽培のフレッシュハーブになっています。以前訪れた吉祥寺の店舗にはなかったメニューになっていますので、ぜひこちらのメニューも注文してほしいような、そんな一品でございました。続いてはジェネラルデザインさんという設計事務所のご紹介。ジェネラルデザインさんが手掛ける施設としては、ノットアホテル青島ですとか、代官山にありますスプリングバレーブルワリー東京さんなどがございます。そんなジェネラルデザインさんが手掛ける施設としてぜひともご紹介したいのが、下北沢にありますリロードという施設。
そんなリロードさんの中から今回は小川コーヒーラボラトリー下北沢というお店をご紹介していきます。このリロードという施設自体は2021年にオープンしたばかりでございまして、非常に注目のスポットになっています。過去の下北沢編の動画でもご紹介しているんですけども、このリロードさんの先にありますサイドウォークコーヒーさん、そしてそのサイドウォークコーヒーさんが入っていますマスタードホテルさんについても、今回ご紹介するジェネラルデザインさんの手掛けている施設になっていますので、そちらもぜひ確認してみてほしいです。そしてこちらの小川コーヒーラボラトリーさんは桜新町編で別のお店をご紹介しているんですけども、東京都内ではこの業態で楽しめるのは桜新町と下北沢なのかなといったイメージでございます。体験型ビーンズサロンをテーマにしてできた下北沢店なんですけれども、定番から最新モデルまでバリスタが愛用する約40種類を使って焙煎から抽出までを試せるということでございますので、一杯のコーヒーに対してコーヒー豆の種類だけじゃなくて、その抽出方法で味に違いを生み出してくれるといった、まさにラボラトリーという名にふさわしいお店になっています。お好みの抽出方法を自分で探していただくと、より充実した時間を過ごせるかなと思っています。こんな感じで豆の特徴を一覧にしたフレーバーコンパスを見つつ、バリスタさんと実験の時間を楽しめるというところがとてもおすすめになっています。さらに11種類のシングルオリジン、10種類のブレンドは全て有料にはなるんですけれども、試飲可能だということでございますので、ぜひ試したいという方は試してほしいなと思っています。こんな感じでラテを入れる際にはバリスタさんが目の前で提供してくれますので、ぜひですね SNS に投稿するようにも撮らせていただくといいかなと思います。本当声かけていただくだけでですね、快く撮らせてくれましたので、ぜひそのあたりも注目になっています。ちょっと一点注意点なのが、リロードさんの施設自体が撮影禁止だというふうに書かれていたので、私も実際に確認してみたんですけども、それはYouTuber の比較的な感じで、それこそ鬼ごっこみたいなことをするなっていうことであって、お店に関しては各お店の方々に相談していただければ撮影とかもできるということでございますので、ぜひ気軽にお店の方に相談していただいて、撮っていい場所と撮ってはいけない場所とか確認していただくととてもいいかなと思ってます。そしてこの日はコスタリカのマチョというコーヒー豆をエスプレッソでいただきまして、それをカプチーノ形式でいただきました。こちらの小川コーヒーラボラトリーさんはコーヒーの抽出に加えてカプチーノだったりラテだったりと別の飲み方をする場合には追加料金がかかりますので、その辺はですねぜひ相談していただいた上で注文してほしいなと思っています。ちなみに小川コーヒーさんのカフェラテはミルク感が強めだということでございますので、豆の味わいを十分に感じたいという方は、今回私が頼んだようにカプチーノで頼んでいただくと、じっくりとエスプレッソの味わいを感じていただくことができるかなと思っています。さらにこの日はですねスコーンをいただきまして、ローストナッツとバタークリーム添えをいただいたんですけども、このバタークリームがめちゃくちゃ新食感で想像をはるかに上回る美味しさになってましたので、ぜひですねこちらに来ていただいた際に試してほしいなと思ってます。続いてご紹介しますのは青山野村デザイン、通称 AND さん。AND さんはブルーノートプレイスという施設ですとか、羽田空港 JAL 国際線の桜ラウンジですとか、グランドプリンスホテル高輪を手掛けている設計事務所さんです。そんな AND さんが手掛ける施設の中から今回ご紹介しますのはラ・ブティック・ドゥ・ジュエル・ロブション丸の内ブリックスクエア店です。今映しておりますのは東京メトロ丸の内線の東京駅から直通しています丸の内ブリックスクエア。こちらは丸の内のコンフォート、つまり癒し安らぎをコンセプトに2009年9月にオープンした複合施設。地上34階建ての丸の内パークビルディングの低層階に商業ゾーンとして展開されています。地下1階から地上3階にはアパレルショップやコスメショップ、レストランなど34店舗が並んでいまして、4階にはフィットネスクラブもあるとのことです。現在は改装中になりますけれども、三菱1号館美術館も併設しておりまして、さらにその1号館美術館の横にて営業されていたカフェ1894に関しましては、明治時代の銀行営業室の空間を利用した特別空間になっていまして、そちら過去の動画でもご紹介しているんですけども、極上な空間になっていました。そちらに関しましては2024年の秋頃まで休館中になっていますので、再度オープンするその日が楽しみです。さて、そんな施設の中で今回ご紹介しますのはジョエル・ロブション監修のパティスリー&ブーアンジェリーでございますラ・ブティック・ドゥ・ジョエル・ロブションです。独創的でありながらフランスの伝統に基づいたバリエーション豊かな焼き菓子やパンをイートインもしくはテイクアウトでいただくことができます。ジョエル・ロブションご存知の方も多いかもしれませんが、2011年に発行されましたミシュランガイドで総数26個の星を獲得し、世界で最も多くの星を持っていると言われています。
今回ご紹介しますこちらのラ・ブティック・ドゥ・ジェルドオプションに関しましても、2017年から2022年まで5年連続で食べログパン100名店に選出されまして、実力と美味しさはお墨付き。先ほどご紹介しました丸の内ブリックスクエアの中庭を望むことができますガラス張りの店内は高級感あふれる空間。昼間は中庭のグリーンを、夜はきらめく丸の内を眺めながらゆったりとティータイムを楽しむことができます。イートインでご利用される場合には、先に席を案内してもらってからセルフサービスでパンを選び購入するシステム。こちらのお店ではロブションならではの伝統的なバゲットやカンパーニュの他にガレットセットいただけるのも魅力になっています。他にもジョエル・ロブションの焼き菓子をセットにしたお土産用のセットだったりとか、あとは見た目も美しいケーキ類も購入することができます。こちらのケーキに関しましては、独創的でありながらフランスの伝統に基づいたバラエティ豊かなケーキが季節ごとに用意されています。特にホールケーキに関しまして、お誕生日や記念日など特別な時を演出するためのアニバーサリーケーキの提供もございますので、気になる方はオンラインで予約していただいて受け取っていただくのもいいかもしれません。他にも焼き菓子類に関しましては、フランスの伝統的なバターをたっぷりと使用した風味豊かな焼き菓子が用意されています。こちらもティータイムの楽しみとして、また贈り物としてご利用いただけます。もちろん季節のメニューもありますので、そちらもインスタグラム等でチェックしてほしいです。そして今回お勧めしたいのがランチセット。ランチセットに関しましては、先ほどからご紹介していますフランス・ブルターニュ地方の郷土料理ガレット、つまりそば粉のクレープやパスタなど幅広いメニューが用意されています。店内ではガレットを作る様子も眺めることができますので、出来上がってくるまでの楽しみな時間も過ごしてください。そんなガレット一部ご紹介しますと、カリカリとした生地に卵やじゃがいも、ロースハムがトッピングされたプロバンサルというメニューや、生ハムとたっぷりのフレンチサラダが乗りましたサラダジャンポンクリュなど4種類から5種類のガレットが展開されています。そんなガレットですけども、ランチセットにしますとよりお得に楽しめます。ベーシックなランチセット A はロースハムのコンプレット、そして今回いただいたような数量限定のランチセット B に関しましては、その日ごとでメニューが変わりますので、ぜひチェックしていただいて、気に入ったものでしたらぜひ注文してみてほしいです。この日はバスク風ハムとピペラード、パプリカの煮込みというガレットが提供されておりました。こちらのガレットセットに関しましては、コーヒーもしくは紅茶がついたお得なセットになっていますので、例えばガレットとコーヒーいただいた上で、もしコーヒー余ったようだったらテイクアウトしていただいて、先ほどご紹介した丸の内ブリックスクエアの緑の中で楽しんでほしいです。そして最後にご紹介します事務所はジャモアソシエイツさん。こちらは私が好きな設計がたくさんありますので、今回3店舗ご紹介させていただきます。たくさんの設計を手掛けていますけれども、まずご紹介しますのは株式会社リクルートのオフィス。開放的でとてもおしゃれな空間になっていまして、私も実は訪れたことがあるんですけれども、東京駅舎を上から眺めることができるようなとても素敵なオフィスになっていました。もう一つご紹介しますのは、過去に私の動画でも何回かご紹介させていただいています横浜にありますマリン&ウォーク横浜。こちらのファサードを手掛けているとのことです。港町横浜の海を眺めながら、多種多様なカフェやレストランで美味しいご飯をいただくことができるようなとても素敵な空間になっていました。ぜひ過去の動画と合わせてこちらの空間も確認してみていただきたいと思います。そんなジャモアソシエイツさんの中で今回ご紹介するまず初めの店舗は麻布台ヒルズカフェ。まさに麻布台ヒルズという施設名を冠する注目のカフェでございまして、なんとミシュラン5年連続で星を獲得しています代官山の大人気高級レストランタクボを手掛けますタクボシェフが監修した料理を楽しめるのが魅力でございます。旬の食材を用いたイタリアンエッセンスが楽しめるグルメホットドッグは特に注目。他にもこだわりのナチュラルワインと合わせつつ、サラダやパスタ、グラタンなど豊富なアラカルトメニューをオールデイでいただくことができます。タクボは予約のできないお店としても知られていますので、その味を並ばずに楽しめるというところはまさにオープンしたばかりの麻布台ヒルズならではの魅力かなと思っています。監修は今ご紹介しましたタクボシェフが手掛けているんですけれども、この麻布台ヒルズカフェのお店自体は当チャンネルでも何度かご紹介していますトランジットが手掛けているということもありまして、間違いのないクオリティでございます。トランジットプロデュースのお店、他にもご紹介しておくと、同じく虎ノ門にありますトラモンヒルズカフェ、他にはリトルダーリンコーヒーロースターズさんですとか系列だったかなと思います。またこちらの店舗に関しましては、店舗の前にあります広場にテラス席もございまして、麻布台ヒルズの玄関口とも言える空間になっています。その中、こちら注文しましたのはモーニングメニューとしていただけますココナッチフレンチトーストセットでございます。300円加えることでミニサラダもいただけますので、朝の健康を気にされる方にとってもおすすめかなと思います。
他にも先ほどご紹介しました注目のホットドッグも朝からいただけますので、気分に応じてお好みを注文してほしいです。営業時間は朝8時からやっていますので、麻布台ヒルズの中の店舗は比較的オープンが遅いんですけれども、こちらの店舗は朝から楽しめる貴重な店舗となっています。ぜひこの動画をチェックされた方は、困った時の麻布台ヒルズカフェとして検討いただければというところです。続いてご紹介しますのは、2020年10月にオープンしましたプリティグッドコーヒー&ドーナツでございます。日本でも数少ない揚げたてのドーナツが楽しめますプリティグッドさん。こちらも朝8時からやってますので、朝活にもおすすめです。浅草橋と蔵前の中間に位置していまして、隅田川沿いの散歩がてら立ち寄るにはぴったりのロケーションにあります。こちらの店はアウアという複合スペースに入居しておりまして、コンセプトはアンビバレント。アンビバレントと言いますのは、相反する感情や価値が同時に存在することを示しておりまして、人それぞれ正解や良いという感性が違うように、会う人にとってこちらのアウアは体を休めるホテルであり、ある人にとっては都会の余白、またある人にとってはとっておきのカフェタイムを楽しめる場所であり、ある人にとっては人と出会える交流の場所、そんなイメージを体現しているような場所になっています。そんな素敵なコンセプトのアワーアワーさんを手掛けていますのがジャモアソシエイツさんです。座席は全部で30席とのことで、とても多いというわけではないんですけれども、座席自体がとても広々としていますので、思っている以上にゆったりと過ごせるかなと思います。またソファー席等もありますので、意外と複数人で訪れた場合にもゆったりと過ごせます。また電源や Wi-Fi も完備していますので、ドーナツを片手に作業もすることができそうです。またこちらのアウアさんは長年カバンの製作や修理に携わってきた企業が業態変更しているということでございまして、2019年にホテルをオープン。こちらの店はその一部としてその翌年にオープンしています。ホテル自体もとてもおしゃれになっていまして、結構カジュアルな雰囲気になっているので、アートも感じることができますし、おしゃれでありながらもどっかくつろげるような、そんな空間作りがされているなと感じました。もちろん店名の通りコーヒーとドーナツが注目ですけれども、自家製食パンで作りますサンドイッチや全国各地のクラフトビールなど多種多様なメニューが提供されているとのことです。ちなみにマーケティング担当の宮林さんという方によりますと、ドーナツとコーヒーを店の看板商品に選んだのは、この辺りが昔から続く問屋街で、働いている方や住人の方の年齢層が幅広い点に注目したとのこと。そういった環境を踏まえると、どの世代にも愛されますスタンダードなスイーツでありますドーナツがぴったりだと考えたところから始まっています。最近流行りのイースト系のドーナツではなくて、昔ながらのオールドファッション系ドーナツをメインに提供することを決めたのも、そういった理由が背景にございます。ご覧のようにたくさんのドーナツが提供されていまして、季節ごとのシーズナルフレーバーを含めまして常時6種類ほど用意されています。その中でも一番のおすすめは揚げたてドーナツとのこと。提供まで5分ほどの時間を要するんですけれども、他の店にはない新しさを感じることができるメニューになっています。また揚げたてドーナツに関しましてはテイクアウトも可能。揚げたてのコロッケを食べ歩きするように食べてほしいとシェフの方が話しているとのことです。なのでテイクアウトの際には紙袋に包んでコロッケのようにいただくこともできます。さてこの日に注文しましたのは、今申し上げました揚げたてのドーナツとピスタチオベリー、ベーコンエッグとカフェラテになっています。揚げたてのドーナツと聞くと油たっぷりでギルティーなイメージですけれども、水分や油分の吸収量をコントロールしながら揚げてくれますので、食べてみると意外とすっきりさっぱりした味わいになっています。最近ですとアイムドーナツさんなどもありますけれども、こちらはザクザクといった先ほど申し上げたオールドファッション系のドーナツになっていますので、こういったドーナツごとの味わいの違いを感じるという意味でもお勧めできる店舗になっています。こちらの店はドーナツに加えましてトッピングをご自身で選べるところも魅力的。フライドポテトやサラダなど今回注文したベーコンエッグ以外にもあなただけのプレートを実現することができます。そして最後にご紹介していきますのはトランクホテルさんでございます。今回こちらのトランクホテルさんからトランクストアというところとトランクラウンジをご紹介していきますので、その前段として施設全体でありますトランクホテルさんのご紹介です。
こちらはテイク&ギブニーズという会社の子会社であります株式会社トランクさんの野尻さんが代表を務める渋谷のブティックホテルでございまして、新しい社会貢献のスタイル、ソーシャライジングというコンセプトのもと、自分らしく無理せず等身大で社会的な目的を持って生活することの発信拠点として渋谷の街を盛り上げている拠点でございます。なので単なるホテルではなくてカルチャーの起点となる場所を目指しているということでございました。またこちらのトランクホテルさんでは結婚式場としても利用されていますので、後でご紹介しますトランクラウンジなんかで過ごしていますと、結婚式を終えた後の方々とか、これから結婚式を迎えるような方々が行き交っていまして、なんか幸せな雰囲気を感じることができるというのもおすすめなポイントかなと思います。あとはトランク串というところで、居酒屋ライクにトランクの串を楽しめる空間もありますので、おしゃれな空間なんだけれどもカジュアルに串を楽しめる、そんな空間もあるところがおすすめポイントでございます。さて、今さっきご紹介しましたトランクホテルさんの中から、こちらトランクストアのご紹介でございます。リサイクル&アップサイクルなプロダクト、オーガニック食品、そして地元発祥の商品など、ソーシャライジングなアイテムを開発・厳選して取り揃えたコンセプトショップでございます。先ほど申し上げましたソーシャライジングというコンセプトを実現するために、ショッピングを通じて身近に快適にを体験できる場所となっています。トランクホテルの掲げるコンセプトであります等身大の社会貢献がソーシャライジングというふうに申し上げたんですけども、そのソーシャライジングを体験する5つのカテゴリーに分けて商品をラインナップしています。5つのカテゴリーとは、環境、ローカルファースト、多様性、健康、そして文化でございます。店内を見渡してみますと、現代の日本人の生活に欠かせない存在でありますコンビニエンスストアのスタイルを踏襲しつつ、コンビニの枠にとどまらない表現が感じられるような空間になっていました。いずれの商品のパッケージもとてもおしゃれでございますし、素材にも結構こだわっていますので、健康志向の高い方、おしゃれ意識の高い方なんかは満足できるようなアイテムがたくさん詰まっているかなと思います。また店内にはそういった思いを象徴するように、大量生産や大量廃棄社会へのアンチテーゼを込めて、小ロット少量生産のプロダクトにスポットを当てつつ、そういった作り手の思いを大事にするような工夫を感じられるような、そんな空間になっていました。このトランクさんのオリジナルパッケージが添えられているだけでも、なんとなくおしゃれさを感じられるような、そんなプロダクトに溢れている空間でございました。なのでトランクホテルさん自体がトランク串とかトランクキッチンさんという飲食店を兼ね備えているんですけども、そちらで食事をされた後にお土産として買っていただくのに特におすすめな空間なのかなと感じました。営業時間は朝の8時から夜の8時までやってますので、例えば渋谷駅の周辺で用事がある際にちょっと手土産買い忘れちゃったなという方に関しましては、こちらでサクッと買っていただいて手土産に持っていくというのも、実はおすすめなのかなというふうにも感じています。こちらがトランクストアの外にある空間になっていまして、特に春や秋の季節なんかにはおすすめな空間かなと思っています。またトランクホテルさんで挙げられる結婚式に招待される方もいるかと思うんですけども、そういった場合にも後でご紹介するトランクラウンジで待つこともおすすめですし、もしスーツやドレスで暑すぎたり寒すぎたりしなければ、こちらの空間でトランクストアで買ったものを購入されてゆっくりくつろぐというのもおすすめの選択肢になるかなと思っています。そしてこの日いただきましたのは、唐揚げとクロワッサンとパンオーショコラと、あとはミルクコーヒーの M サイズでございます。ラインナップを見るとコンビニらしい感じを感じることができるかと思うんですけども、唐揚げはヤンニョムチキンらしいような味付けがされていましたので、そこも個人的にはおすすめかなと感じました。そして最後にご紹介しますのはトランクラウンジさんでございます。こちらはトランクホテルを象徴する場所でございまして、渋谷の街や人に開放されたコミュニティスペースとしてクリエイターを中心に人気な隠れ家空間になっています。宿泊や近隣からのお客様はもちろん、ここを拠点として打ち合わせや作業を行うノマドワーカーやクリエイターの方々が集結しております。また先ほどから申し上げています通り、トランクホテル自体フラワーアレンジメントや映像制作などハイレベルな演出を手掛ける結婚式場としても有名でございますので、自然とプロのクリエイターが集まるのだと感じることができました。日々のイベントやワークショップ、展示会の開催もありますので、そういった催しも集まりのきっかけになっているのかもしれません。また結婚式場としての待合にも使われる場所でございますので、比較的席の数も多いですし、 Wi-Fi や電源も完備していますので、作業カフェとして個人利用もお勧めできるような空間でございます。仕事、プライベート関係なく、このラウンジに行けば誰かと出会える、いつでも仲間がいる、そんなコンセプトのもと、利用する人々のサードプレイスになりたいという思いが込められています。こだわりは細部にも込められていまして、家具や音楽、
多種多様なドリンクメニューなど見どころたくさんでございますので、ぜひお気に入りの空間、そしてお気に入りのドリンクを皆さんの方で見つけていただきたいなと思えるような、そんな空間でございました。以上、今回は著名建築を厳選、東京カフェ13選としてご紹介しました。完全に自己満足な企画ではあるんですけども、カフェ好きでありつつ建築好きな私としては楽しみながら動画編集をできるとても好きな企画になっています。幸いにもこの建築特集を楽しみにされているといった視聴者さんもございますので、もともと建築好きな方で知っていただいた方はカフェの魅力を、カフェ好きで知っていただいた方は建築の魅力を知っていただいて、この秋を食欲の秋、そして芸術の秋、両立するような素敵な秋にしていただければと思います。今後も私の好みの範囲で様々な建築に触れつつ、様々なカフェの素敵なメニュー、そして接客を楽しみたいと思っています。皆さんの中でもこの建築素敵だなといった風に感じたお店がありましたら、コメント欄で教えていただけると幸いです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。